안녕하세요.北朝鮮を読む始まります。ヒョンソンウォルは2006年まで北朝鮮で最も人気のある女性歌手の一人でした。ポチョンボ電子楽団の代表的な女性歌手として北朝鮮で絶大な人気を誇っていました。彼女の代表曲口笛は北朝鮮の住民なら誰でも口ずさめるほど有名で、韓国でも話題になるほどでした。ところが2006年から突然公の舞台から姿を消したのです。何の前触れもなく、まるで蒸発したかのように消えてしまいました。北朝鮮の住民たちは急に姿を消した人気歌手のことを不思議に思いましたが、誰もその理由を知ることはできませんでした。メディアでは様々な憶測が飛び交いました。健康上の問題かもしれない。政治的な問題に巻き込まれたのかもしれない。といった具合に。しかし、本当の理由は全く別のところにあったのです。ヒョンソンウォルが姿を消した理由、それは金正恩が彼女を深く愛していたからでした。当時、20代前半だった金正恩が30代前半のヒョンソンウォルに夢中になっていったのです。最も驚くべきことは、ヒョンソンウォルが金正恩より8歳も年長だったという点です。北朝鮮のような厳格な上下関係の社会で、しかも最高権力者の息子が8歳も年長の女性に夢中になるなんて想像もできないことでした。しかも芸術家、つまり北朝鮮社会で芸術人と呼ばれる階層に属していました。どんなに人気があっても社会的自由はそれほど高くない職業だったのです。後継者となる人物が年長の芸術家に夢中になるなんて、周囲にとっては大問題と映るのも同然でした。金正恩のこうした感情は単なる好奇心や一時的な魅力を超えたものでした。本当の愛に近い深い愛情を感じていたようです。ヒョンソンウォルの舞台での姿、彼女の歌声、彼女の魅力に完全に心を奪われていたのです。金正恩がヒョンソンウォルのような年長の女性に特別に惹かれた理由は、彼の幼少期と深く関係しています。金正恩は母親であるコヨンギから十分な愛情を受けて育ちませんでした。コヨンギは権力闘争に没頭するあまり、息子に温かい愛を注ぐ余裕がありませんでした。金正恩にとって母親らしい母親の記憶はほとんどなかったでしょう。さらに悪いことに、金正恩は幼少期の大部分をスイスで過ごしました。おばのコヨンスク一家と暮らしていましたが、本当の家族の温かさを感じることは難しかったでしょう。特に1997年にコヨンスクがアメリカに亡命してしまった事件は、金正恩にとって大きなショックでした。その時金正恩は激しい裏切られた感情とともに深い孤独感を味わったことでしょう。母親の代わりに自分の世話をしてくれていたおばまで自分を捨てて去ってしまったことへの傷は深かったはずです。こうした経験によって金正恩には裏切りを許さない性格が形成され、同時に真の愛と温かさへの渇望も大きくなったのです。母親であるコヨンギが亡くなった後、金正恩はさらに孤独になりました。一人で様々な公演を観覧して孤独を紛らわせていたと言います。その過程で女性芸術家たちから心理的な慰めを得ていたのでしょう。幼少期から情緒的な欠乏を経験してきた金正恩にとって、ヒョンソンウォルは単なる恋人以上の意味があったでしょう。母親のように自分を世話してくれる、温かく包んでくれる存在として感じられたのです。これは母性欠乏があって朝鮮遍歴が激しかった過去の朝鮮時代の연산군や金正日など過去の権力者たちにも見られた類似した心理パターンです。幼少期に母性愛が欠乏した人々が大人になって年長の女性に特別な愛着を示すケースは多いのです。金正恩とヒョンソンウォルの関係が深まると、周囲ではこれを大きな問題として認識し始めました。後継者となる人物が年長の芸術家と
恋愛するなんて対面上良くないし、政治的にも負担の大きいことでした。結局2006年金正恩の叔父であるジャンソンテクの指示によりヒョン・ソンウォルを金正恩から引き離す措置が取られました。ヒョン・ソンウォルを軍艦と強制的に結婚させてしまったのです。これは金正恩とヒョン・ソンウォルの関係を完全に断ち切るための極端な方法でした。当時金正恩はまだ20代前半の若者で、父親の金正恩に対抗できるような権力は全くありませんでした。どんなにヒョン・ソンウォルを愛していても、大人たちの決定を止めることはできませんでした。金正恩は自分が愛する女性が他の男性と結婚するのを見守るしかありませんでした。この出来事は金正恩に大きな傷を残したでしょう。幼少期から経験してきた裏切りと別れの経験にまた一つの傷が加わったのです。2006年から2016年まで約10年間、ヒョン・ソンウォルは完全に公の活動を中止しました。結婚後は一般人として生活しているように見えました。しかし、この期間中も金正恩とのつながりが完全に断たれていたわけではなかったと推定されます。金正恩は権力を蓄えながら、いつかヒョン・ソンウォルと再び会える日を待っていったでしょう。そしてその機会は思ったより早くやってきました。2013年、金正恩が叔父のジャンソンテクを粛清した事件は、北朝鮮の権力構造に大きな変化をもたらしました。ジャンソンテクは金正恩とヒョン・ソンウォルを引き離した張本人でした。彼の排除は金正恩にとって復讐の機会であり、ヒョン・ソンウォルを再び呼び戻すチャンスでもありました。ジャンソンテクの粛清やと、金正恩は誰の顔色も疑うことなく、ヒョン・ソンウォルを本格的に押し上げ始めました。もはや大人たちの顔色を疑う必要がなくなったのです。金正恩はもう北朝鮮の絶対権力者であり、自分の思うままにできる立場にいました。ヒョン・ソンウォルの復帰と昇進過程は本当に症状を絶するものでした。30代で復讐の重要な職責を一夜にして得るという破格の出世を遂げたのです。第一にモランボン楽団の団長に任命されました。モランボン楽団は金正恩が直接創設した北朝鮮最高水準の芸術団体でした。この団体の団長になるということは、北朝鮮芸術界の頂点に上るということを意味していました。第2に、朝鮮人民軍大佐に任命されました。自衛隊なら一等佐に相当する高位職ですね。芸術家が軍幹部になることも異例のことなのに、ここまで上るのはほとんど前例のないことでした。第3に、朝鮮労働党中央委員会委員に選出されました。これは北朝鮮の権力構造において非常に重要な地位です。党中央委員会委員は北朝鮮の革新権力層に属する職責です。最後に政治局広報委員まで上りました。政治局は北朝鮮権力の最上点にある機構です。30代の女性が、しかも芸術家出身が政治局広報委員になるのは北朝鮮史上前代未聞のことでした。これらすべての昇進は金正恩の身近な人でなければ絶対不可能なことでした。北朝鮮では血縁関係や絶対的信頼関係がなければ、こうした高速昇進は夢にも見ることができません。ヒョン・ソンウォルの特別な地位を示す最も劇的な事件は2015年のモランボン核弾中国公演事件でした。同時、宇宙関係改善の象徴としてモランボン核弾の北京公演が計画されていました。中国政府はこの公演を非常に重要視し、大々的な宣伝と準備をしました。中国の高位人士やメディアが全て注目する中で公演が予定されていました。ところが、公演当日、ヒョン・ソンウォルは突然、公演条件が合わないとして、隊員たちを全部連れて北朝鮮に戻ってしまったのです。公演会場には中国の観客だけが取り残されました。これは中国政府を国際的に恥をかかせる重大な外交的失礼でした。
中国のメディアは大々的に報道し、中国政府は極度に怒りました。北中関係は最悪の状態に陥りました。通常、こうした事件を起こした人物は深刻な処罰を受けるのです。介護的事故を起こした責任者は最低でも左遷されるか粛清されるのが北朝鮮の慣例です。しかし、ヒョン・ソンウォルは何の処罰も受けませんでした。むしろ、その後も継続して重要な役割を担い、権力はさらに大きくなりました。これはそれだけ金正恩の確固とした信任と保護があったからと解釈されます。ヒョン・ソンウォルの特別な地位は2018年平昌オリンピックで頂点に達しましたが、平昌オリンピックに参加する際に派遣した代表団の団長として任命されたのです。これは非常に破格の人事でした。国際的な行事に北朝鮮を対応して派遣される代表団長は普通、外交官や体育官僚が務めます。芸術側がこうした役割を担うのは手のないことでした。ヒョン・ソンウォルはソウルで開かれた各種会議や行事に出席しました。韓国のゴイ人士と会い、メディアインタビューを行い、北朝鮮を対応する顔の役割を果たしました。この時の姿は非常に堂々として自信に満ちていました。まるで自分が北朝鮮の実質的な権力者の一人だということを誇示するかのようでした。現在、ヒョン・ソンウォルは朝鮮労働党中央委員会副部長として北朝鮮芸術分野で巨大な権力を行使しています。軍隊の一等差の身分を維持しながら同時に党高位職を兼任する特別な地位になります。そして、金正恩との関係は過去とはかなり変わったようです。もはや単純な恋人関係ではないようです。金正恩には公式夫人であるリ・ソルチュがいて、ヒョン・ソンウォルも結婚している状態です。しかし、二人の間の特別な関係は依然として続いています。ただ、その性格が恋人関係から政治的パートナー関係に変わったようです。ヒョン・ソンウォルは今や金正恩の私生活を管理する特別な役割を担っています。現在最も重要な役割の一つはまさに大借人の役割です。これは朝鮮時代の宮中で王の情勢関係を管理していた職責に似ています。金正恩が新しい情勢に関心を示すとき、ヒョン・ソンウォルがその情勢を選別して金正恩に供給する役割を担っているということです。これは非常にデリケートで秘密の仕事で絶対的に信頼できる人だけができる役割です。例えば、金正恩が芸術団の公演を観覧していて、気に入った新人歌手を発見すると、ヒョン・ソンウォルに簡単なサインをお送りします。ヒョン・ソンウォルはそのサインをすぐに察知し、回答歌手についての全てを調査します。歌手の出身成分、家族関係、性格、趣味、特技などを徹底的に把握します。そして、金正恩の好みに合うかどうかを判断した後、適切な時期に金正恩と会えるように手配します。ヒョン・ソンウォルはまだ雑用係と宴会責任者の役割も兼ねています。雑用係は金正恩の個人的な雑務を処理する役割で、宴会責任者は金正恩の私的な集まりを準備し管理する役割です。金正恩が個人的なパーティーや集まりを持つとき、ヒョン・ソンウォルが全ての準備を担当します。場所選定、参加者選別、食事と酒の準備、娯楽プログラム企画など全てを直接手配します。特に喜び組の運営も重要な役割の一つです。喜び組は金正恩の個人的な娯楽のために選抜された若い女性たちで構成された組織です。ヒョン・ソンウォルが彼女たちを直接選抜し訓練させ管理しています。こうした役割を通じて北朝鮮芸術分野で巨大な権力を行使するようになりました。すべての女性芸術家たちの生殺与奪権を握っていると言っても過言ではありません。北朝鮮の女性歌手や俳優になりたい女性たちは皆ヒョン・ソンウォルの目に止まらなければなりません。ヒョン・ソンウォルが強化しなければどんなに才能が優れていてもスターになることはできません。逆に気に入れば一夜にしてスターになることもできます。ヒョン・ソンウォルの推薦一言で金正恩の関心を得ることができ、そうなれば瞬く間に北朝鮮最高の芸術家になれるのです。
過去にはリ・ソルチュがヒョン・ソンウォルに強い嫉妬心を感じていました。自分の夫である金正恩がヒョン・ソンウォルに特別な愛情を示すのを快く思わなかったのです。しかし現在は状況が完全に変わりました。むしろリ・ソルチュがヒョン・ソンウォルの管理を受ける状況になったのです。ヒョン・ソンウォルが金正恩の私生活全般を管理するようになり、リ・ソルチュもその管理範囲に含まれたのです。リ・ソルチュは今やヒョン・ソンウォルを競争相手として見るよりは、金正恩と自分の間の仲裁者役をする人として認識しているようです。ヒョン・ソンウォルが金正恩の危険をよく把握しているため、リ・ソルチュもヒョン・ソンウォルを通じて金正恩との関係を管理しているでしょう。ヒョン・ソンウォルがこうした役割を担えるのは、金正恩との長い関係があるからです。金正恩の好みと性格を誰よりもよく知っており、金正恩も絶対的に信頼しています。こうした役割は、一朝一夕に他の人が代わりを務められるものではありません。長い時間をかけて築かれた信頼と理解があってこそ可能なことです。したがって、ヒョン・ソンウォルの地位は非常に堅固で安全です。金正恩が不敗との戦争を宣言して多くの高位職を粛清していますが、ヒョン・ソンウォルだけは全く揺らいでいません。むしろさらに重要な役割を担い、権力を拡大しています。金正日と金正恩の統治スタイルの違いは非常に鮮明です。金正日は自分の私生活、特に朝鮮関係については徹底的に秘密主義を貫きました。金正日は複数の女性と関係を結び子供たちを産ませましたが、こうした事実をできるだけ隠そうとしました。ソン・エリムとの関係、コヨンイとの関係、キモクとの関係などは全て極道に秘密裏に維持されました。金正日は自分の乱れた性生活を恥ずかしがるような姿まで見せました。公式的には革命にのみ専念する指導者のイメージを維持しようとし、私的な行楽は徹底的に隠そうとしました。一方、金正恩は完全に違う方式を選択しました。金正恩の統治スタイルで最も目立つ特徴は、権力を前面に出して私生活を堂々と楽しむという点です。過去のように隠したり恥ずかしかったりせず、むしろ自分の特権を誇示する方式で私生活を表に出します。リ・ソルチュとの結婚も公開的に発表し、娘の金正英も幼い頃から公式の場に連れて行きます。家族と一緒に遊園地に行く姿、スキー場で楽しむ姿なども積極的に公開します。ヒョン・ソンウォルとの特別な関係もあえて隠しません。ヒョン・ソンウォルが金正恩の特別な側近だということをみんなが知っていますが、金正恩はこれを堂々と認めています。高価な酒を飲み、豪華なパーティーを開き、美しい女性たちと時間を過ごすことを全く恥ずかしがりしません。これは金正日時代と完全に違う新しい統治パラダイムです。これは金正恩が王の立場から自分の権力と地位を誇示する方式だと言えます。私は最高権力者だから何をしても構わないというメッセージを伝えているのです。こうした変化は北朝鮮体制全般の変化を示唆しています。金正日時代の秘密で慎重な権力合式から金正恩時代の公開的で堂々とした権力行使に変わったのです。これは金正恩が自分の権力基盤が十分安定したと判断していることを示しています。そしてこれらの衝撃的な秘密は北朝鮮という体制がいかに欺瞞的で腐敗しているかを物語っています。今日の話はここまでです。皆さんのチャンネル登録と高評価はこうした隠された真実をより多くの人々に知らせる大きな力になります。次の動画ではさらに驚くべき北朝鮮の秘密を皆さんにお伝えします。最後まで視聴してくださりありがとうございました。